北朝鮮対韓国という構図で始まった朝鮮戦争はすぐに韓国軍が崩壊し、新たな段階へと進んでいきました。アメリカが韓国への支援を決定し、国際連合に対して安全保障理事会の開催を求めたのです。当時ソ連は安全保障理事会の会議をボイコットしていたため、アメリカの提案に対して拒否権を発動することができませんでした。その結果、安全保障理事会はアメリカ主導で進められ、国連は韓国への援助を決定します。こうして戦争の構図は北朝鮮対韓国から北朝鮮対国連へと大きく転換していったのです。このような朝鮮戦争の転換を受けて、アメリカは国としての立場を次第に明確にしていきます。アジアは東西冷戦の最前線となった。日本が持つ戦略的価値は高い。早く日本と講和すべきだ。そして西側陣営に引き入れるべきだ。という考えを改めて強く持つようになったのです。しかし一方でアメリカは、日本と講和すれば日本国内の基地を使用できなくなるかもしれないという危機感も持っていました。よってアメリカは日本と講和を結んだ後も日本国内の基地を使用できる、そのような状態をこれまで以上に強く望むようになっていったのです。日本もまた朝鮮戦争の影響を受けて国としての立場を明確にしていくことになります。当時日本政府が示した考え方は次のようなものでした。共産主義勢力と民主主義勢力にはそれぞれが考える平和が存在する。しかし共産主義勢力にとっての平和は民主主義勢力の平和を破壊することによって実現されるものである。したがって共産主義勢力は民主主義勢力に対して侵略戦争を開始した。これを受けてアメリカと国連は民主主義勢力の平和を守るために立ち上がったのである。以上の認識に基づいて日本は国連軍に協力することを決定。国連の安全保障の下で平和で民主的な日本を建設していくという方針を正式に決めました。これは日本が直面していたどのような論理でアメリカ軍を日本に常駐させるのかという問題に対する一つの答えでもあります。世界の平和を守るために日本は国連に基地を提供するという方針を取れば国際的な正当性を保ったまま結果としてアメリカ軍を日本に常駐させることができると考えたのです。こうして日本は国連に対する支援をさらに強めていきます。すでにアメリカは日本で調達できるものはできる限り日本で確保するという方針を決定しており、地雷や軍用車両、兵器の整備などを日本に依頼するようになっていました。そんな時に戦争の長期化が予想されるようになったため、そのような依頼はさらに増えていきます。具体的には自動車部品やトラック、石炭や麻袋といった物資に加え、車両や船舶の修理などのサービスまで様々な形で国連軍から日本へ発注が行われるようになったのです。また朝鮮戦争という世界情勢に対応するため、戦後日本で禁止されていた軍需品の生産もアメリカ軍からの発注という形で事実上再開されることになりました。これらの取引は全てドルで支払われたため、深刻なドル不足に悩んでいた日本にとっては大きな恵みとなっています。こうして瀕死の状態にあった日本経済は朝鮮戦争をきっかけとして息を吹き返し、ついに軌道に乗ることができたのです。一方、こうした世界情勢の変化に危機感を抱いていたのが GHQ でした。共産主義勢力が力を増している。日本国内の共産主義勢力を抑えなければならないという考えを一層強めていたのです。そこで GHQ が注目したのが労働運動でした。当時の労働運動において主導権を握っていたのは共産党が強い影響力を持っていた三別会議です。しかしレッドパージによって三別会議は事実上解体へと追い込まれてしまいます。こうして労働運動の主導権が空白化したところで GHQ は共産党に反発する姿勢をとっていた官公庁の労働組合を中心に支援を行います。その結果、日本労働組合総評議会、いわゆる総評が結成されました。総評は発足時点で276万人という非常に多くの組合員を要する巨大組織でした。そのため労働運動の主導権は次第に総評が握るようになっていきます。ところが反共産主義を目的として結成されたはずの総評はすぐに大きく左へと傾いていき、社会党と提携を始めます。そして社会党が掲げていた全面講和、中立堅持、軍事基地反対、再軍備反対という平和4原則を運動方針とし、アメリカに反発する姿勢を鮮明にしていくことになったのです。さて、朝鮮半島に視線を戻してみると、北朝鮮軍の南進によって国連軍は釜山周辺に追い詰められていました。
この結果、韓国国内にあった飛行場の多くが使用できなくなり、国連軍の航空作戦は深刻な制約を受けることになります。そこで重要性を急速に増していったのが、朝鮮半島に近い九州各地の飛行場でした。多くの航空機が九州の飛行場から朝鮮半島へ向けて出撃するようになったのです。この動きは海上輸送においても同様でした。旧日本海軍の軍港として発展してきた佐世保は、戦後貿易港への転換を目指していましたが、朝鮮戦争の勃発によって重要地域のほとんどが再びアメリカ軍によって接収されることになります。こうして佐世保は再び軍港としての役割を担うことになり、軍需物資を積んだ貨物列車が毎日のように到着しました。そしてここから釜山へ向けて大量の物資が輸送されていったのです。こうして国連軍は停滞していた戦局を打開するため、インチョン上陸作戦を敢行します。この作戦に際しても、日本各地の港が国連軍の出撃拠点として使用され、多くの軍艦が日本の港から朝鮮半島へと向かいました。また、情報の面でも日本は国連軍に協力しています。朝鮮半島はかつて日本が統治していた地域であったため、インチョン周辺の地形や港湾事情に詳しい日本人がたくさん存在していたのです。そうした情報も活用されながら、インチョン上陸作戦は大きな成功を収めることになります。この作戦を転機として国連軍は反撃に転じ、北朝鮮軍を次第に押し返していきました。そして戦線は北緯38度線を越え、中国の国境へと迫っていきます。これに対して中国人民義勇軍が朝鮮戦争に参戦し、戦争はさらに長期化・激化することになりました。この結果、アメリカは軍事力をさらに朝鮮半島へと投入することになり、日本防衛のために使う軍事力を失っていきます。よってアメリカは日本自身にも再軍備をしてもらわなければならないと主張して、講和の条件として再軍備を要求するようになっていったのです。では、当時の日本国民がどのような考えを抱いていたのかを見てみましょう。多くの日本人は海を隔てたすぐ近くで戦争が現実に起きている状況を前にして、将来に対する強い不安を感じていました。もし朝鮮戦争がさらに大規模な戦争へと発展した場合、憲法によって軍備を放棄している日本が一体どのような立場に置かれるのかという問題は、もはや家庭の話ではなく現実の問題として考えられるようになっていたのです。その結果、理想的とされていた全面講和を目指す意見は不可能だとみなされるようになり、現実的とされていた単独講和を目指す意見が次第に優勢となっていったのです。こうして日本は西側諸国のみと講和を結ぶ単独講和と、講和後もアメリカが日本の基地を使用できるようにする安全保障条約、この2つを同時に締結するという方向を目指していきます。この2つについてはアメリカも同じ方向を目指していたのですが、問題はアメリカが新しく条件に加えた日本の再軍備についてでした。この新しい争点をめぐって両国の交渉はなかなかまとまりません。アメリカ側のダレスは、日本に再軍備の意思があるかを知りたい。日本も共同防衛に貢献すべきだ。そのためには憲法を改正すべきだと主張していました。これに対して日本側の吉田は、再軍備をできるほど国力が回復していない。軍国主義が復活する危険もある。国内や国際社会の理解も得られないだろう。と様々な理由をつけて明確な回答を避け続けました。しかし日本側としてもアメリカの意見を完全に無視することはできません。そこで日本政府はいくつかの点で譲歩することで、ひとまず事態の収拾を図ります。まず講和後もアメリカ軍が日本に駐留することを認め、警察予備隊や海上警備隊を増強し、これらを統括する治安省を設置するという案を提示しました。こうして日本政府は再軍備を明確に認めることは避けつつも、治安組織の拡充という形でアメリカからの圧力を受け流したのです。このように講和交渉が進んでいく中で、吉田茂は外務省が示していた世界の平和を守るために日本は国連に基地を提供するという考え方にまだ完全には納得していませんでした。というのも、朝鮮戦争で国連が迅速に対応できたのは、日本にアメリカ軍が駐留していたという特殊な環境があったからです。未来で日本が攻撃を受けた場合には、そのような環境が整っているとは限りません。よって吉田は、やはり日本はアメリカから直接防衛の保障を得るべきだと考えていたのです。その他にも吉田は、もし日本がアメリカではなく国連に基地を提供した場合、アメリカが占領している沖縄や小笠原諸島といった島々を
戦略的に重要であるという理由で永久に返還しない可能性があるとも考えていました。こうした判断から吉田茂は基地の提供先は国連ではなくアメリカを選択したのです。この間にも朝鮮半島の戦況は目まぐるしく変化しており、国連軍は38度線から押し戻され、ソウルを失ったかと思うと、再度反撃に転じてソウルを奪回、再び北上して38度線を回復していました。こうした状況の中でトルーマン大統領は、これ以上戦争を続ければソ連が参戦する可能性がある。そうなれば第三次世界大戦に発展しかねないと考えて、戦争の拡大を避けるようになりました。ところが現場で指揮を執っていたマッカーサーはこの方針に強く反発しています。アジアは共産主義との戦いにおける主戦場である。もし我々がアジアで負ければ自由と平和は失われる。中国本土を爆撃し、台湾から国民党軍を投入すべきだと主張したのです。こうして戦争の拡大を避けようとするトルーマン大統領と戦争の全面化を主張するマッカーサーは対立。その結果、ついにマッカーサーはアメリカ大統領の権限によって解任されることになりました。この知らせは終戦以降、マッカーサーによって統治されていた日本社会に大きな衝撃を与えます。翌日の新聞は一面でマッカーサー解任を報道し、マッカーサー元帥は戦後の日本にとっては最も理解のある良き指導者であった。彼は日本再生の恩人であり、その解任を惜しむという声が日本中に広がっていきます。こうして羽田空港から帰国するマッカーサーを見送るため、数多くの日本人が沿道にびっしりと立ち並び、マッカーサーとの別れを惜しみました。この出来事は日本の占領が間もなく終わりを迎えることを多くの人々に強く予感させる出来事にもなったのです。The world has turned over many times since I took the oath on the plain at West Point. The hopes and dreams have long since vanished. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day, which proclaimed most proudly that old soldiers never die. They just fade away. Like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away. An old soldier tried to do his duty as God gave him the light to see that. Goodbye.